どうも、底辺アクアリスト黄昏です。皆さん、以前動画でも取り上げた気鉱石の60センチ山岳レイアウト水槽のことは覚えていますでしょうか？最後に出した動画がすでに2、3ヶ月前ということで、いつも通り忘れ去られようとしている水槽です。新規水槽立ち上げと立ち上げた水槽の維持管理を同時並行で行っている関係上、いつも関連動画を投稿するのが遅くなって申し訳ないです。それでも必ずどの水槽も一部始終をお見せするのでご安心ください。というわけで今回は気鉱石山岳レイアウト水槽がどうなっているのかをお見せしていきます。それではいつものさらっとおさらいから。60センチ成化石山岳レイアウト水槽と同時に立ち上げたこの水槽。盛り土を意識した三角構図的な水槽だったんですが、山岳レイアウトにはあまり向いていない有形層をふんだんに使っています。そこから憎いスネールに見舞われ、薬剤で駆除を試みました。その薬剤の影響でパールグラスが溶け、半ば水槽崩壊しそうになっていたところ、パールグラスが奇跡的に復活し、水槽内のバランスが保たれたところまでが前回お話しした内容です。本当にパールグラスの生命力はすごいですね。一度ボロボロに溶けた水草とは思えない綺麗さで、苔まみれになりつつあった水槽を立て直してくれました。この経験でいかに傷んだ水草が苔の養分になり、元気な水草が水をきれいにしているかが分かりましたね。パールグラスが復活した段階で、トリミングした他の水草も茂り始め、この時は結構完成形に近い水形になってたと思います。ただ、有形層は何度かトリミングして密度も高くなってきたんですが、くせ者の前形層、ウォーターローンは未だにカットしたことがありませんでした。この水草は粘りが弱く、初めて使う水草ということもあり、どれくらいトリミング耐性があるのかも分かってなかったんですよね。そんな状態でなんやかんや維持はしてきたんですが、度重なる苔の駆除などで少し調子を落とし、今までの綺麗な緑色が若干くすみ始めました。ということで意を決してトリミングをしていきます。それでは早速やっていきます。手始めに左手前部分からカット。見てもらったらわかる通り、ハサミを入れるたびに若干根が浮いてきています。というか、見えてる側面の根っこからしても、他の前傾層より根が浅いことがわかります。ソイルに根を張ってるウォーターローンの上から新しい脇芽が生えてくるため、浮力だけ高くなる一方で、土台は貧弱なままのようです。おまけにあまり熱くなりすぎると、その肝心の土台部分に光が当たらなくなり、下葉が枯れて浮いてくる未来が見えます。ミスト式でしっかり根付くまで待てば言われるほど難しくはないだろうと考えていたんですが、少々甘かったです。徐々にスライドしていって右側もカットしていきます。この部分はなぜか他のところよりも根が浅いというか、なんか浮いてるような気がします。他のウォーターローンとつながってるから浮いていないだけで、ここ自体はあまり地面に根付いているようには見えません。カットしている間隔も若干ふかっとしていて、ここあたりは不安が募ります。最後に右側に移っていきます。こちらの方は割としっかりしており、左側付近よりも安心感があります。ただ、ここが重点的に苔に侵食されており、色は悪いです。比較的根を張っている右部分ですら、ハサミに引っ張られて根が動いているのを見ると、一回一回ハサミを入れるたびに神経を使います。茂った時の草原感は前傾層随一ですが、やはり維持となると難しい面がある水草です。最後に山岳の傾斜部分も刈り込んでいきます。ここの後ろのロタラマクランドラグリーンに光を遮られ、徒長気味なので結構バッサリいきました。というわけで、ウォーターローンをトリミングした後の水面がこちら。
前傾層の宿命ですね。とりあえず網ですくいますが、細かいカスは取り切れそうにないです。ということで今回はこいつを登場させます。寿の湯膜クリアです。こちらは基本湯膜取りに使うアイテムなんですが、こういうトリミングカスの回収にも使えますね。ただ、あまりにも量が多いとこのように詰まるので、適宜詰まりを解消させてあげましょう。一見網で取った方が早そうにも見えますが、最後に一気にカスを回収できるのは楽しいです。どうしても細かいカスなどは網を洗ってはすくって、洗ってはすくってを繰り返さないといけないので、手を濡らさなくていいのはアドバンテージ高いですね。そんな感じで、だいぶアシストをしつつ水面をきれいにしていきました。というわけで、トリミング後の映像がこちら。結構濁ってしまいました。フィルターを稼働させればある程度解消するとは思いますが、低床の掃除も兼ねて水替えをしておきます。ちなみにウォーターローン部分の低床を吸い出すときは、必ず距離を保つか勢いをセーブしましょう。おでどころかウォーターローンがごっそり持っていかれます。それにしてもこの低床のおでが吸い込まれる様は癖になりますね。このおでを吸い取るだけの動画とかも一定の需要がありそうです。ある程度吸い終わったら水を抜きつつプロレイザーで壁面をこすっていきます。時短は大事です。最後に浄水器で水を入れつつ水抜きも並行すれば完了。こうすることで水の濁りもきれいになると思います。水替え直後の映像がこちら。だいぶきれいになりましたね。濁りも取れてすっきりしました。ただ、やはりトリミングを行ったウォーターローンは若干白っぽくなっており、以前の美しい緑色にはなっていないです。ニューラージュパールグラスやキューバパールグラスもそうですが、基本的に前傾層は下刃がすぐに白くなるから難しいですね。まあ、これで厚みもだいぶ薄くなったので、ここから新しくランナーが伸びてしっかり根付いてくれることを祈ります。というわけでトリミングから2日経過したのですが、こんな感じで浮いてきた場所が出てきました。おそらく奥側に見える大和沼エビが仕事してくれたんでしょうね。いい感じにラピュタってます。近くから見るとよくわかりますね。ランナー自体が絡み合って完全に浮くのは防げてますが、根っこが露出しています。こうなってくるとなかなか回復が難しいです。基本的に伸びきった根はソイルに活着しないので、新たな根っこが必要になります。ただ、それも浮いている状況だと無理なので、どうにかしないといけません。ということで、電化の砲塔ソイルかぶせをしていきます。以前立ち上げたキューバパールグラスの草原レイアウトでもやった手法ですね。ただ正直効果は微妙な感じで、これで根を張ってくれるかは何とも言えないところ。まあ、しないよりマシということでとりあえずやっておきます。大和沼エビを入れている以上しょうがないことではありますが、ここら辺のさじ加減はいつまで経ってもつかめないです。そんな感じで初めてのウォーターローントリミングでした。なかなか癖のある前傾層ですが、茂った時の綺麗さはピカイチなので、気になった方は挑戦してみてください。長期維持できるかはその人の技量にかかっていますが、美しい草原に憧れがある方はやってみる価値ありです。自分の動画はハウツー系ではないのであまり参考にはならないと思いますが、反面教師としてご活用いただければ幸いです。そんな感じで次回は、気づいている人は気づいているかもしれない、この水槽の大きな問題について対処していきたいと思います。続きが気になる方はぜひチャンネル登録してお待ちください。というわけで今回はここまで。Twitter と Instagram もやっておりますので、そちらも見ていただけると嬉しいです。それではご視聴ありがとうございました。